コインロッカーさ、めっちゃ可愛い。これ多分平時の帽子じゃない、キャップっぽい。ほら、平時だ。すごいな、買ってんな。一個一個違うってことだよね。そうだよ。お、配送キットがいる。コミックの背表紙にいるコナン君、なんかパラパラ漫画みたいになってる。ちょっと上にも何かあるみたいです。行ってみましょう。めっちゃ可愛い。鍵穴にさ、コナンの新一かな、あの髪型っぽくなってる。うわ、赤井さんもいいな。あ、好きなシーンのところ開いてないわ。ちょっと一つだけ立ち寄らさせていただきたい場所がありまして、こちらの本屋さんです。朝倉書店さん。こちらの書店はコミックの4巻に登場する本屋さんです。こちらの書店でコナン関連の本を買うと、こちらのしおりがついてきます。ジンとウォッカだ。悪い薬持ってるわ。なんだよ、うっせえな。新一、お客さんだよ。はーい、新一兄ちゃん、今留守にしてるよ。誰でも入り放題か、ここは。自由です。
まずドリンクから。こちらは安室さんが作ったチーズドリアのようです。おいしい。結構ずっしり入ってる。テーブルに書いてる。うわ、コナンジェラートだって。これよくない？鳥取といえばね、濃厚。青い方はバタフライピーだって。これからの時期に良さそうやな。チョコレートがおいしい。いっちゃいましょうか。ドリンクは2点注文しました。もう押しすぎて飲めないんだけど、これ先紅茶いただきますわ。美味しい。そしてドリンクを頼むとコースターがついてきます。ランナムです。2個ありますから。いきますよ。じゃん。安室さんとランちゃんです。到着しました。青山豪商ふるさと館です。座っていいんだ。すげえ。安心競馬やね。あ、しかも今年の千早の。はいですよ。見て、赤井さん、コナンくん。うわー。はい、じゃあ閉めますよ。最高すぎない？めっちゃ綺麗やわ。今日のお部屋はボーコローさんの五条閣というこんなお広いお部屋に泊まります。乾杯。最高。最高。よし、ゆで卵しに行くか。こちらのボーコローさん、なんと名探偵コナンのコミック69巻に登場してるんです。なのでフロントで69巻を借りてきました、ね、この間にここにまあ、ボーコローとしては載ってないけど、そうまあ絶対にボーコローでしょうと。そう、そして青山先生のサインなどもフロントにございます。あったね、毎年ね泊まりに来られてるということで、浴衣とかもちゃんと書いてある。なあこの浴衣めっちゃ綺麗じゃん。もう最高ですね。そう、この湖の上にね立ってるっていう温泉が、この先にあるのが露天風呂ね。
この湖の上に露天風呂があるっていうのはそう全国でもここだけ。そうなの？そうすごい。日本で唯一の湖上露天風呂。あ、ここの絵はコミックに出てくる画角じゃないですか？わ、すごいな。あっちに人が歩いてるけどすごい絵になるね。いいお湯に浸かってくださいね。卵をお迎えに上がりました。中で食べましょう。乾杯。乾杯。焼いちゃいますね。早い早い早いね。もう焼けてるよ。乾杯。いただきます。溶けたんだけど2回しか噛んでないよ。何これ。島根和牛といいさ、鳥取和牛といいさ、山陰ってすごいね。わお。那須古館より上映時間のご案内で申し上げます。親父が言っとったんや。だってな。だけど作ってみたら案外具合にいっただって。これ20世紀梨の木だって。これ水気候栽培って水で育ててる。土がなくてもできるんだ。結構一つ一つに実はつくんだね。なあ。こっから剪定していくのかな。なんか初めてさ、梨になる前の梨を見た気がする。わかるわかる。
梨園に入ってくださいだって。でここさ見て新設って書いてるでしょ、うん。ここは多分一つのやつで、左はね、奥三吉。これ愛宕で奥が奥州。いただきます。これね2個ずつ入ってんだって。超贅沢じゃない？いいね。装飾すごいね。すごい。かわいい姫路、明石、三宮です。この列車は全車指定席です。お待たせいたしました。鳥取空港をご利用のお客様は、お楽しみのありますでご一緒くださいませ。ご利用のお客様は、そのままでご利用くださいませ。いくよ、せーの、丸くなる。もうちょっと前に、ちょっと前に、前に、もうちょっと、もうちょっと。これでね、サンドとアローラサンドは、こちらのお姉様たち、ね。よう歩いたな。ああ、よう歩いた。壁。壁。すげえ。みんなよくやったな。上手。有名建築家ですか。熊さん？今年はスペインメインだって。ここのカロイチっていうところもゴールのおっちゃんが歩いてた。カニ食べようとしてたよ。
かわいいね。こう見えて猛毒らしい。え、マジで危な。こんな甲羅のさ、つぶつぶの話なんか知らんかったもんね。ねえ、ヒルだってよ、ヒル。まあでもそれがあるっていうことは脱皮をしてないから身入りがいいという。なんか形が綺麗やな。うん。さすが城郭の博物館と言われるだけありますね。これは全国でもここでしか見れない石垣です。なんで丸にしたの？丸というか、この巻石垣っていうのは、うん。そもそも石垣が崩れないようにするためのほう。石垣なのよ。いやマジでチャーハンにしか見えん。一個一個のさ、石がさ、米粒みたいだよね。そうそう。マジで全部うまい。卵が特製でおすすめらしい。わかりました。撮影しときますので、じゃあ向こうでも書いて持ってきますね。いいですか？サーモン三昧ですか？なんかこのおすすめの17番ボックスいいです。ごちそうさまでした。めっちゃ美味しかったな。びっくりしたな。てかネタがやっぱでかい。うん。で、美味しい。お腹いっぱい食べたんだけど、4600円で。めちゃめちゃお財布にも優しい。そう。鳥取から約1時間、若狭駅に到着しました。これは？これはね、麒麟獅子っていううん。鳥取に伝わる伝統舞踊、舞かな。おお。
鳥取市にもね結構これのあ、バスに乗ったね。そうそう昨日乗ったキリンシシループのバス。こういうさポストってさ、その土地のなんかいろいろ有名なものとかがわかるからいいよね。いいよねご当地の。でこの若狭町はね、うん町の 95% が山林らしい。ここじゃあ今 5% を歩いてる。そう 5% 歩いてる。これが天天まんじゅう名物ですね。なんか弁財天にお供えしたのが始まりらしい。いただきます。すごい。こんな伸びたよ。出来たて。ちょっと美味しすぎて、あと2つの名物おやきを2種類買いました。よもぎと土地？土地。うん。鳥取はね土地の実がなんか有名らしいですね。有名らしい。入校券買いました。貢献だね。あの場で日付も入れてハサミでちゃんとバッチンやって入た。居してくれた。これが SL 昭和号。なんかプレートがさ、普通とは違ってピンク色なんだね。若さ。うん、若さの色かな。かわいいな。いただきます。あ、めっちゃ桜が。
港神社に着きました。ここね、結構夜のシーンとか夕方のシーンもあります。わあ、綺麗。気持ちいい。こんなとこあったらさ、学生の時毎日来るよな。な最高。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。イカです。イカを食べます。焼きイカ。これなんか今日取ったやつ。今日なんかやったやつって出てた。イカ好きにはたたまらんな。全然美味しい。この後はいよいよ遊覧船です。窓面をご利用いただきまして誠にありがとうございます。先ほど大体2つの国立公園を同時に見ることができる場所でもございます。おお、結構いくね。おお。すごい、めっちゃ綺麗。さらに奥へと入っていこうと思うと、新カヤックなんかでしたらね、入っていくことができますね。島ありましたが、この島は戦艦松島でございます。鳥取藩主池田公がこの辺りで船遊びをなされており、岩と楼門と松の枝ぶりの素晴らしさを鑑賞され、我が城庭にこの岩付きの松写し得たものに千願与えようぞと申されましたところからその名が付けられております。なんかこの話聞いたことあるぞ、松島で。あの島の形の良いのを切り召され政宗公があの島を世の館に運んでくるものあらば金瀬千願を使わすと申されましたところから千願島と呼ばれております。これが千願松の穴ですね。この遊覧船では小型船ならではのこういう洞窟にも入ることができます。ですがね、この中なんですけども、ここで行き止まりとなっておりますね。向かい側の方にはね、船人いますよね。あちらね、この辺には渡船っていう渡し船がありまして、船から島へと渡してね、釣りをされておりますね。上の方にね、クロサギの巣があるんですよね。で、今から横通っていきますんで、見てみてくださいね。顔をちょこんと出すこともあるかもしれませんよ。真ん中ら辺見てもらうと、白くなっているあたりの上の方に巣があるの分かります？分かりますかね？めちゃめちゃ分かりづらいですよね。そうです、そうです。でこの辺でもう5メートル以上には水深になってきますよ。魚がいましたか？もうちょっとしたらね、水中観察も行いますからね。では船はね、その水中観察を行う場所へと向けて走っていきますね。木の板上の方に引っ張ってもらうと上の方にスポッと抜けますので、足元に置いておいてください。で、足元に置かれましたら、そのオレンジ色の箱メガネを海にちょこんとつけてくださいね。なんかこれなくても見えそう。来ましたか？よかったですね。でこの辺ね、漁師さんたちが素潜りで漁なんかも行う場所でございまして、サザエとかアワビとかカキなんかもね、いたりすることがありますね。菜の花が咲く菜種島でございます。
春4月頃この島には野生化した菜の花咲くのでございます。I don't have to